ラミネートで簡単に作るワイヤーポーチの作り方です。開くとこちらのように箱のようになります。開けると裏地はなしでラミネート1枚で作っています。ラミネート1枚なのでワイヤーポーチでも簡単にできます。出来上がりサイズが横が13センチで高さが8センチ、まちも8センチです。材料はこちらです。横21センチ、縦17センチのラミネート生地が2枚とファスナーが20センチファスナー。ワイヤーは今回10センチの幅で縦4センチのものを2つ用意しました。これは MY ママさんで購入したものです。ファスナー用のタブが 3×3 センチです。ラミネート生地はデコレクションズさんの艶消しラミネートを使っています。ファスナーの端にタブをつけます。半分に折ってアイロンがかけられないので爪でこのように折ると良いです。かぶせて3辺を縫います。横は少し余っていますが後でカットします。ファスナーの横の線に沿ってカットします。ラミネート生地を出来上がりの向きに置いて上から2センチに線を引きます。ラミネートで少しつきにくいですがちょっと強めに線を引きます。端から2センチのところにも印をつけます。ちょっと見えにくいですが上から2センチの線と端から2センチの印をつけました。もう1枚も上から2センチと端から2センチに印をつけます。ファスナーを開いて留め具のところが端から2センチの線に合うように留めます。印から印まで縫います。一度ファスナーを閉めて反対側も同じように合わせます。端を留めたらファスナーを開きます。留め具と端から2センチが合うようにして留めて同じように印から印を縫います。ファスナーを内側に入れて端も内側に入れます。内側に折り込んで端を留めます。ファスナーの端も内側に折って閉じます。
そこも留めます。ファスナー端のある方はワイヤー通し口を開けます。布端から 5mm と上から2センチ、この縫い線の横のところに印をつけます。ここをワイヤー通し口にしたいので、ここだけ開けて1センチの縫い代で縫います。ファスナーの端は内側に入れてワイヤー通し口を開けて縫います。返し縫いをしてから最後少しだけ縫っておきます。縫い代を開きます。アイロンが当てられないので、定規やこのようなヘラで縫い代を開きます。そこに8センチのまちを作ります。縫い目の横に 4×4 センチの四角を描くときれいにできます。四角を描いて角から斜めの線を描きます。縫い目から 4×4 センチです。裏にも描きます。縫い代を開いてこの斜めに伸ばした線を合わせると綺麗なまちになります。8センチのまちを縫います。縫い代を1センチくらい残して切り取ります。ファスナー開けて表に返します。内側に折ってクリップで留めます。縫い代は開いて折ります。ファスナーの端は三角に内側に折ります。ファスナーの端のある方もきれいに開いて折ります。ここのワイヤー通し口が開いてるか確認します。
ラミネートの端を1周縫います。下の布端から5ミリぐらいのところを1周縫います。ラミネート生地はずれやすいので、あればシリコン剤、なければベビーパウダーを薄く塗ります。オーブンシートなどを一緒に塗っても良いです。ワイヤー通し口からワイヤーを入れたら出来上がりです。ワイヤーポーチは普通に閉じようとするとこんな風になってしまいます。初めて閉じるときはしっかりとファスナーが外に出るように整えにくいときはタオルなどを入れてから閉めると整えやすくなります。これで出来上がりです。